はい、こんにちは。以前ですね、ステンドグラス風アプリケの作り方を動画で説明しているんですが、今回はこのハートフラワーのデザインをしたので、アプリケの作り方、ミシンで作るアプリケの方法ですね。この MF シートを使ってアプリケする方法を説明していきたいと思います。それでですね、このデザインの型紙として作りたい側の型紙、それとこちらを反転させた型紙を用意しています。で、まずこの型紙に番号を振っていきたいと思います。で、アプリケなので下になる方から順番重なるように番号を振っていきます。で、反転の方にも反転になるように同じように番号を振っていきます。はい、それができましたら、まずこちらの反転の方はちょっと置いておきます。で、こちらの図案、これを作っていくにあたって、この内枠の寸法、一応15センチなんですね。で、この15センチのところ、今回枠を取ってますけれど、分かりやすいように枠を描いています。で、この枠でカットしてしまいましょう。はい、こちらの図案を、チャコペーパーを使って土台の布に写し取っていきます。で、これ出来上がりが約17センチぐらいにしたいので、今回18センチに切ってます。で、だいたい真ん中ぐらいに置いていただいて、こちらのチャコペーパーですね。チャコペーパーを下に挟みます。図案のところに図案がある下に置いていただければいいと思います。それでこちら、今回はそんなに、込み入ったデザインではないので、このまま押さえたまま写していただいても構わないんですが、不安な方はマスキングテープなどで留めていただくといいと思います。はい、それで、こちらの型紙が黒いラインですので、赤いボールペンでこの型紙のラインの、2、3ミリ内側を描いていきます。大体でいいので、そんなに緊張しないでこちらに描いていってください。それで途中写ってるのがね、強さの加減が分かんなかったら一度これをめくってみてね、写ってるかどうか確認するといいと思います。これで写ってればそのまんま同じ筆圧で描いていきましょう。はい、このように描けましたら、
スキングテープを外していただいて、でこちら図案が写して、わかりますか？これ図案写せてますね。はい、次に、反転した方の図案をできて、こちらを MF シートに移していくんですけれど、その前にアプリケのこの重なり部分を足して描いていきたいと思います。だいたい5、6ミリの縫い代になるように、こちらですね、足していきましょう。はい、こんな感じになります。これを今から MF シートに移します。MF シートはですね、ザラザラの方を、接着面の方を下にしていただいて、一つ一つ移していきたいと思います。今回だいたい15センチの MF シートで足りると思うので、これを縫い代込みで移していきます。番号も移しましょう。これちょっと離してくださいね。今度2番を移します。このように全部写し終わったら、ですね、最初のこの図案を見てみると、2番と5番の色が違ってますね。なので、2番と5番に丸をしておきます。それではこれを、ハサミで切っていきたいと思います。でギリギリを切らないで、ちょっと外回りを切ります。はい、これを切ります。だいたい5ミリぐらい離してカットしていきます。こんなにきっちりじゃなくて大雑把でいいです。で少ない、こういう間が少ないところはその間を切れば全然いいので。でこれを今から布地に貼っていきます。はい、それではアイロンで、布地の裏側に貼っていきたいと思います。まずこれは中心の生地ですね。これを裏側からもアイロンしておきます。はい、次にこちらの濃い色2枚ですね。この丸をした方をこちらの生地に重ねて貼ります。
ちらを今からこの線の通りにハサミでカットします。こんな感じになりますね。はい、それでは番号順に MF シートを剥がして土台の布に置いていきます。これはですね、このように折っていただくとここが折れるので、そのまま剥がしてください。こちらに置いていきます。赤い線ですね、土台赤い線というかチャコで描いた線が隠れるように貼っていきます。でこれですね、全部貼り終わってからアイロンをします。それではこれを押すように表からアイロンします。これでもう全部くっついているので裏からもアイロンします。これを今から3層にしてミシンでステッチしてアプリケしていきます。はい、ギルティングですけれど、ジグザグステッチ、直線ステッチ、ブランケットステッチ何でもいいんですけれど、今こちらですね、直線のステッチを二重にしてます。下になる方から順番にステッチしていきます。で最初のところは返し縫いもしくは留め縫い、同じところを2回ぐらい留め縫いしていただいて縫っていきます。ギリギリを送り目にぐらいで縫っていきます。ギリギリを縫うので、落ちないように気をつけてゆっくり縫ってください。一度でもいいんですが、ステッチを重ねて2度縫うとより綺麗だと思います。このギリギリで方向を変えます。
今私、ミシンのニーリフターで上げ下げしてますけれど、ニーリフターがない場合はこちらの方で上げ下げすることになると思います。もしくはピボット機能のあるミシンならそのまんま方向を変えられると思います。最後もちょっと留め縫いをして切ります。こんな感じですね。はい、キルティングが終わってきたので、こちらを仕上がり17センチにしたいと思います。なので、定規で17センチのところに印をします。はい、こちら17センチのところに印をしたので、ここを捨てミシンしていきます。はい、こちら先ほど書いた17センチの印のちょいっと内側をざっくりと捨てミシンしてきました。大きい目で構いません。4とか5ぐらいでいいと思います。でこれをカットします。はい、カットできたので、これをパイピングして仕上げます。
はい、ハートフラワーのアップリケ完成です。こちらですね。直線のステッチを2回繰り返しています。で、もう一つですね。こちらはジグザグステッチでやっています。他にもね、いろんなステッチがあると思うので、いろいろ試してみたら楽しいと思います。皆さんもぜひ作ってみてください。それではまた。